皆さんこんにちは。ノリスケオートワックスです。先日つくば RC パークで開催されたラジドリの全国大会 RCDC2024 に参戦してきました。日本全国そして海外から総勢149名の選手がつくば RC パークに集結し日本一を競いました。コースは事前に発表されたこんな感じのレイアウトになっていて、当日発表されたゾーンを書き込むとこんな感じになります。細かい審査内容は割愛しますが、公式ホームページのレギュレーションから抜粋してみると、配点はラインが30点、アングル30点、テクニック40点の合計100点満点。そしてラインとアングルはゾーン内のみ、テクニックは審査区間全体のライン、アングル、ドリフトテクニックが対象となります。まず全走行の得点データをグラフにしてみました。63点から76点の間が一番多くて、77点以上の選手は比較的少ないようなイメージですね。そして予選突破32人のボーダーラインは77点でしたので、やはりこの領域まで点数を伸ばさないと予選突破が難しいということになっています。ちなみに私の得点は74点で3点足りないということで予選落ちでした。これも全走行のデータですが、青がライン、オレンジがアングル、グレーがテクニックの得点となります。ライン点は結構青いところですね、ばらついてるんですけど、アングル、オレンジの部分は21から25ぐらい、そしてテクニックは25から29ぐらいの人が比較的多いイメージになってます。ちなみに自分の得点はラインが23、アングル23、テクニック28の合計74点ということで、3点足りずに149人中56位で予選落ちとなってます。残念。それでも全体で見るとラインとアングルはだいたい中央の位置、そしてテクニックは真ん中よりちょっと上の位置にいることが分かります。しかし予選突破ボーダーの77点以上の走行に絞ってみると、ライン23点、テクニック28点の走行はそれぞれ1本ずつ、そしてアングル23点の走行に至っては1本も予選突破してないということが分かります。厳しいですね。続いて全走行データ、左がラインとテクニック、そして右側がアングルとテクニックのグラフになります。オレンジ色の点は自分のちょうど点数ですね、自分の位置になります。共に比例関係にあるように見えて、ラインそしてアングルの点が上がるとテクニックの点が必然的に上がるというような形になっています。決定係数 R スクエアを算出すると、本当に若干ですが、ラインよりもアングルの方が相関性が高いという結果になってます。なのでアングルをつけた走りを練習した方がちょっとだけ効率的かなという感じがしてます。このグラフを予選ボーダー77点以上の走行に絞ってみるとこんな感じで、予選突破するためにはこのオレンジの点、これを右の上にシフトする必要がありますね。なので、ライン26点、そしてアングル25点、テクニック31、この辺りまで持っていきたいですね。そうすると、あら不思議、82点で予選突破できちゃいますね。でも分かってますよ、そんな甘くないことも。でもね、来年はこれぐらいのスキルを身につけて I'll be back したいですね。さて続いて走りを見ていきましょう。左上がノリスケ、右上がライン得点満点のジンクワン選手、左下が単走優勝のテクニック最高点島田選手、そして右下が今回のチャンピオン吉場選手です。さて第1ゾーンの入りは4台ともほぼ同じ位置、そして同じ角度ですね。でこのままアウトラインを舐めていくんですが、この辺りから私がちょっとインに刈り込んでるかなっていうところですね。フロントタイヤがこの白線の上にあったのが今ちょっとボディの真ん中ぐらいですね、5センチぐらいインに刈り込んじゃってます。それに対して右の2台は壁に寄せて通過してますね。
はい、ゾーン出た後は、この辺は同じ感じなんですけども、この辺の時点でちょっと私の車が角度がだいぶ残っちゃってる状態。他の選手は車を立て始めて第2ゾーンに向かってますね。で、1から2のつなぎに関しても島田選手が一番直線的にアプローチしてるんじゃないかなと思います。ちょっと戻してみましょう。はい、第2ゾーンに関しては島田選手が一つ内側のラインで、残りの3台は、減点なしの一番外側のエリアを通ってますね。アングルについては吉羽選手が一番ついてるかなと思います。2から3のつなぎは下の2台が大外をトレースして、私はちょっと内側、そしてジンクワン選手はさらに内側を通ってるような感じですね。そして3ゾーンの入りですけども、私はほぼ白線の上、ジンクワン選手が一つ内側のラインの上ぐらい、そして下の2台も減点なしのエリアを通ってますね。アングルはどうだろう、島田選手が一番ついてるかなって感じです。この辺は4台とも大きな差がない感じでみんなアウトラインを通ってますね。そしてこの3の出口ですけども、私の車が結構角度がやっぱ残っちゃってるのに対してジンクワン選手はもう次の4ゾーンに向けて車を立て始めてるかなという感じです。島田選手も若干車を立ててますね。この辺でよくわかるんですけども、私の車が角度がついちゃって前に進んでない感じです。残りの3台は車を立てて第4ゾーンに向けて加速体制に入っているというような感じになってます。はい、4ゾーンに向けてですけども、振り返しの位置に大きな差はなくて、でここでの大きな違いはやっぱ私のフロントタイヤがかなりプルプルして方向が定まってないのに対して他の3台はズバッとカウンターが角度が決まっているという点、これがかなり大きな違いかなというふうに思います。で第4ゾーンのラインは私と島田選手が一番内側のラインを外しちゃってて、減点ありで右側の2台については一番内側を通っているので減点なしといった感じになってます。はい、第4ゾーン通過の時は、3の出口で私の車が一番角度ついてたのに4ゾーンを通過するときには一番浅いかなという感じですね。この辺も角度の点がかなり下がっちゃってるかなというふうに思います。そして5ゾーンに向けての振り返し、ここなんかは私の車が一番早く振り返しをしちゃってるので、奥までちゃんと角度を残してないっていう形ですね。そして5ゾーンの入り口、これも私の車は一番外側のゾーンを外しちゃってるんで減点で、残りの3台は一番外側の減点なしのエリアを通ってるかなというような形です。角度については私が一番浅くて、下の2台は同じぐらいというような感じですね。でここで面白いのがフロントタイヤがトレースしている位置ですね。これはほぼほぼ変わってないんですよ。若干吉羽選手、島田選手の方がちょっと内側かなって気もしますけども、でフロントタイヤがトレースしている位置が大きく変わらないってことは単純にアングルがついてないことで、リアの位置が甘かったのかなというふうに思います。この位置でフロントトレースしてがっつり角度つければ一番外側まで入るかなというような形ですね。そしてゾーンの入りの時はそんなに大きく変わらなかったんですが、中盤以降になるとやっぱ私の車が5センチほど前に出ちゃっているので、これは大きな減点が入っているかなというふうに思います。そしてこのままフィニッシュと、フィニッシュライン超える時の角度は4台とも大きな差がないかなという感じですね。最後に得点を見てみるとジンクワン選手のラインが満点ですので、さっき1個内側のラインギリギリ通ってましたけども、あれは減点されなかったのかなというふうに思ってます。で自分のライン点が低いのはやっぱりゾーンの途中で少し刈り込んじゃってるところあるんで、
その辺が減点になったかなと思ってます。で、ジーン・カーン選手のアングルがちょっと低いのが、よく分かってないんですけども、場所によってはかなり深かったりするところもあるんだけども、浅いところがあって、その浅い角度に合わせた点数になってるのかなというふうに考えてます。最後のテクニック。他3台は30点を超えていって、ここはやっぱ安定感というところで、フロントタイヤのプルプルはかなり大きな減点だったのかなと。で、その他もやっぱ角度をズバッと決めるというところで、その辺の安定感がなかったんで、私は30点いかなかったのかなというふうに思ってます。で、3ゾーンから4ゾーンの加速体制の作り方とか、5ゾーンに対するアプローチのライン、こういうのも多分テクニックの方に入ってくるので、この辺も全部合わせて28点というところで少し点が低かったように思います。実際は人の目で一台一台審査するんで、なかなか難しいですよね。なので今回の考察が 100% 合ってるとは思ってないですけども、およそ来年に向けての方向性は間違ってないのかなというふうにも思ってます。すでに来年に向けての戦いは始まってると思うんで、これらの点をしっかり練習して、また来年この場所に帰っていきたいと思います。さて、今日の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。